韓国旅行に行こうかなそう思ったあなたに伝えたい。これだけは絶対に気をつけてください。命に関わるものもあります。実は今の韓国、ニュースや SNS で流れてくる以上に知らなかったら絶対やられる被害があるんですよ。なんでそんなことになってるの？日本人が巻き込まれる可能性ってあるの？どこが危険でどう対策すればいいの？今日の動画を皆さんのお金と安全を守る動画にします。まず一つ目、デモです。これ一番読めないリスクとして急上昇しています。この数年間、ソウル中心部ではですね、デモ、集会エリアがあります。特にクァンファーム周辺は、まるで夜の空気が2層に割れる瞬間が起きたりしています。日本人にとっても他人事ではありません。実際のニュースを紹介します。日本人観光客の春樹さんは、2日だけ旅行するつもりで来たのに、全く予想していなかった光景で正直怖かったと話し、宿泊先にも不安を伝えたほどらしいです。激しいデモがあるときは、売上が3割ほど減ることもあるらしいです。そしてなぜこれが危険なのか、デモ自体は危険ではない場合が多いんですけれども、これたまにですね、流れが突然変わる瞬間があるんですよ。それが本当に怖いです。大声とか、押し合いとか、警察車両とか、それを皆さん言語の通じない韓国で起きるんですよ。一瞬で身動きが取れない状況になってしまいます。僕も韓国人ですけれども、韓国語がわからない観光客がこの雰囲気に入るのは正直かなりきついです。韓国人ですら危険な場合よくあります。どこで通りが塞がるのかとか、どこで急に緊張するのか、これ韓国人でもなかなか予測できません。対策を教えます。まず、大声とかスピーカー音が聞こえ始めたら、迷わず反対方向、それない方向に行っちゃってください。タクシーとか地下鉄で、通り抜けるのはいいんですけれども、なるべくその周辺は通らない方がいいですし、実際デモによって、その停車駅も通らない場合もあるので、気をつけた方が良いです。そして二つ目の話はですね、クラブとナンパです。韓国旅行で昼は天国なんですけれども、夜は別世界に変わる場所があります。それが本でですね、若者の街とかアートの街として超人気なんですけれども、同時にここ数年、外国人観光客の間ではナンパ問題が急速に増えています。ある SNS での動画ですが、黒いレザージャーケットの人が片足を少し片付けながら近づいてくる。一番のセリフは、Are you open mind? みたいな、恋人がいると言っても無視されて、スマホを突き出して番号交換を要求される。これは演出だったんですけれども、SNS で2000万回以上再生され、本で男というネタになりました。でもこれ実際に外国人観光客へ取材すると、本当にいると言ってる人がいたんですよ。ブラジルのレイさんはですね、本例で2回も遭遇して、彼氏がいると言っても、今いないじゃんと追ってきたと話します。なぜこんなに多いのか、理由は単純でですね、クラブとかバーとかナンパ居酒屋、これ本音に多いんですよね。問題はこれが危険な香りに変わる瞬間があるということです。しつこい誘い、距離を詰める、腕を掴む、この流れで言語が通じない日本の方が巻き込まれると、逃げるタイミングを失うことがあります。対処法を教えます。ホンデとかカンナムなどのクラブ通りは、なるべく夜10時以降通らないでください。あと、しつこい相手には、ノーではなく手で強く、もう嫌ですって言った方が良いです。肩、腕、噛まれたら人混みに逃げてください。あと3番目の話、深夜の繁華街とかも危険だったりするんですよ。これ深夜0時から2時の間なんですけれども、韓国って飲酒文化があって、強い飲酒文化に当たると雰囲気が一気に変わるんですね。韓国は日本と同じく治安が良い国なんですけれども、これお酒が入った瞬間だけは、誰でもコントロールできなくなるんじゃないですか。酔ってフラフラ歩く人とか、路上で喧嘩する人とか、タクシーに乗れない若者とか多かったりするんですけれども、特にホンデ、トンデムン、カンナム駅、イテウォンのような深夜の繁華街はですね、観光客が言語で状況を把握できないから、その危険が一気に跳ね上がることがあります。そして、最も痛ましいのがですね、実際に起きた事故でして、もうこれは歩いただけなのに、この酔っ払った人にやられたというケースです。2025年の11月、夜の10時ですよ。トンデムンの交差点で、酔った30代男性が運転する車が突然報道へと突っ込みました。被害に遭ったのは日本人の母と娘。娘さんは怪我で済みましたが、お母様は心停止の状態で搬送され、そのまま帰らぬ人となりました。
運転手の人は血中アルコール濃度が免許取り消しレベルで警察が到着した時もまたベロベロの状態だったと言います。僕も韓国人ですが、正直深夜1時以降の飲み会の空気は昼とは全く別の道になります。そしてそこに酔っ払っている人たちはですね、現地の人たちもなるべく接近しないようにしてたりとかするんですよね。これ日本で現地の方々には申し訳ないんですけれども、例えばその歌舞伎町の地域で危険だったりとか言われるんじゃないですか。でも昼でも別に危険だとしても歩けるようにはなるんじゃないですか。特にでもそこ深夜1時、2時で酔っ払ってる方々怖かったりしますよね。もう同じことです。現地の人でも怖かったりします。この対策法なんですけれども、なるべく夜11時以降、これは繁華街でも、どこでも一緒なんですが、外出しない方が良いです。外出するならもう本当に宿の近くの明るい店でやってください。あと飲んだ後は、タクシーで帰ってください。このバス、地下鉄、危ないです。あと道路を渡るときは、隣の車よく見てください。この飲酒運転も韓国、僕も本当に治ってほしいんですけれども、まだまだその飲酒運転される方がいたりとかしてですね、気をつけてください。あと酔ってる人絶対にもう逃げてください。なんか来たら警察呼んだ方が良いです。あと最後、一番牛です。これ皆さんやられる確率一番高いですが、市場とタクシーでのぼったくりです。これが一番やられやすいです。実は夜の犯罪じゃなくて皆さん心配すべきこと、市場とタクシーなんですけれども、韓国でミョンドン、ナムデム、トンデム、ファンジャンシジャンのような外国人密度の高い場所ではですね、頼んでいないのに追加料理が出されたりとか、タクシーの値段が正規価格の3倍から5倍だったりとか、普通に起きます。実際の事件を紹介したいんですけれども、これニュース記事でして、ソウル駅からゲストハウスまで本来なら約1000円で十分な距離をですね、ある外国人観光客は約5000円を請求されたと言います。5倍です。実際、2025年の半年間だけで空港での不当請求、タクシーですね。これ139件を摘発したと言っています。これ摘発なので、摘発されてないものも含めると、数百件、下手したら1000件以上かもしれません。先ほども言った通り、韓国治安いいんですけれども、この金銭トラブルに弱い観光客って狙われやすいじゃないですか。現地の方は道知ってても、料理の量に対するお金知ってても、外国人知らなかったりするじゃないですか。特に日本の方ってなんか断れにくいから、遠慮しちゃうからやられやすかったりするんですね。対処法としてはですね、タクシーはアプリで呼んだ方が良いです。ウーバーだったりとか、観光で外国人も使えるアプリあります。それはもう最初から最後まで設定できて、呼ぶこともできて、お金も設定されているので、それ安心ですね。あと、市場、市場行くときには、価格表ない店には入らない方がいいと思います。あと、料理頼んでもないのに追加されたら、もうその場でノーって言った方がいいです。これ会計するときに、これなかったけどって言われても、なんか知らないよみたいなことされる場合があるので、気をつけてください。日本の皆さん、はっきり言うと失礼かなって思ってる方いるかもしれないですけども、韓国の方、ストレートで話すこと好きな方多いです。韓国行ったらもうストレートに言っちゃってくださいね。最後になんですが、韓国は世界で見てもトップレベルで安全な国で、僕個人的に思っても、日本とあんま変わんないかなぐらいの感覚では思っています。危険な目に遭う確率、世界全体を見て考えてみると低いと思っています。でも、あなたが一回やられると、その瞬間でも確率100%になります。統計云々とか、国の治安ランキング云々とか、その場であなたを守ってくれません。だからといって旅行を諦める必要もないんですけれども、これ知ってるだけでも避けられる危機っていうのがほとんどだから、今日の特に4つ頭の片隅に入れといて、もしその時遭遇したら、これあれかと思って、ぜひ対策を取ってください。僕は日本で9年暮らして、たくさんの日本の方に助けられて応援されて今の僕があります。だからこそ、あなたには怖がるのではなく、賢く楽しむ韓国旅行になってほしい。そのための動画でした。もし今日の話が少しでも役に立ったら保存してください。そしてぜひ周りにも拡散してください。あなたのたったの1回のシェアが誰かの危険の芋を未然に潰してくれるかもしれません。今日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、以上、パクンでした。アンニョン。